どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、視聴者の方から送っていただいた階段紹介していきたいと思います。本当にね、ありがたいことにたくさん送っていただいております。ありがとうございます。こちらチャンネルの概要欄の方に番組のメールアドレスがあるんですね。ぜひね、これからも何か不思議体験をしたとか、こんな話をね、聞いてほしいっていう話ありましたら、どんどん送っていただきたいと思います。で、今回ですね、5人の方のお話披露させていただきますが、この、読ませていただいた皆さんには、番組からですね、プレゼントの方を送らせていただきます。これが2枚組のステッカーなんですけども、一つが悪霊退散オリジナルステッカー。もう一つが開運オリジナルステッカーということで、悪いものが過ぎ去っていいものが入ってくるというね、そんなセットになっているという2枚組のステッカーです。こちら送らせていただきますので、今日紹介をねさせていただいたという方、こちらのアドレスの方にですね、送り先の方もまたちょっと送ってほしいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。さあというわけで、5つお話をね紹介していきたいと思うんですが、強烈な、そしてね非常に興味深いお話たくさんありました。早速紹介していきたいと思います。ひらがなでありんぼさんからいただきました。ありがとうございます。この方男性か女性かちょっとね分かりかねるんですけども、今読んでいきますね。子供の時から不思議な現象にとても興味がありました。高校時代には同級生たちの恐怖体験談を聞くのが怖く、そして羨ましくてたまりませんでした。自分の身には何も起こらないので霊感が鈍い、全く感じないたちなんだと諦めていたんです。高校2年の夏休みに入るという前日の夜、7月の31日くらいですかね。その夜ですね、田舎の農村にある、自宅ですね、2階建てなんですが、その2階の部屋、自分の部屋で夜、寝ていた時のことなんです。この部屋ですね、南側に大きな窓があるんですが、そこ雨戸とレースカーテンだけにしていました。でその窓の方に頭を向けてベッドを置いているんですけども、そのベッドで眠っていたんです。でこのベッドですね、横には回転するね椅子が置いてあって、その椅子の上に和服を着た、座った姿勢の人形を乗せていたんです。ベッドがあったら横に回転するね椅子が置いてあって、その椅子の上に、座っている人形を座らせていた、乗せていたわけですね。その人形というのは親戚のおばさんがくれた人形で、和服姿でおかっぱ頭、日本人形を真似た姿ですが、顔は可愛らしいという感じでした。本家の日本人形のような無表情でリアルな顔ではなく、リカちゃん人形のような顔で、印刷型でね、大きなパッチリとした目、そんな人形でした。だから全く不気味という印象はありません。深夜ですね、急に大人の男の声で目が覚めたんです。その部屋というのが8畳の洋室です。でベッドの足の方が、向こう側ですね、広くスペースがあるんですが、そのスペースの方、足元の方から知らない声、男の声で「外を見ろ、外を見ろ」という声が聞こえたんです。ただこれなぜか怖く感じず、なんか面倒くさいんで、無視してうとうととしていたんです。私の目の前には椅子に座った日本人形、窓の方に背を向けて部屋の中の方を覗いています。と突然その時なんです。この人形がいきなりくるっと体をねじり、背もたれに寄りかかってカーテンの外を見たんです。今までは窓側を背にして部屋の中を見てたんですが、急にくるっと回って窓の方を見たわけなんですね、人形が。そしてその人形が動いただけではなく、ほら見て面白いよと話しかけてきたんです。死ぬほどびっくり。当時うちに来て3年でした。今まで何も不思議なことなんてなかった人形が動く、しかもしゃべる。
普段から可愛がっているからこそベッドの横に置いていた人形、喋る声も仕草も可愛いのは可愛いんですが、とにかく動くし喋るし、もう怖くて怖くて胸が張り裂けそうでした。だけどこの恐怖の最中、何かとっさに思ったのは、自分が怖がっているという様子をこちらに見せてはいけない、平気だという様子を自分が装わねばというような意識になったんです。でその時ですね、最初の大人の男の声、窓の外を見ろの言葉通りにしました。状態を起こし、外の開花を見ると、薄暗いには別の場所につないであるはずの愛犬もいます。自分の尾っぽを追いかけてくるくると回っていました。そして本当だ、面白いねと言って、さっきの人形の声に必死に応えました。人形がほら見て面白いよって言ったのは、きっとこのね犬のことを言ったんでしょうけども、それを受けて本当だ面白いねと必死に答えたということなんですね。17年生きていて、人生最強の恐怖体験でした。人形は体をねじり背もたれにひっつき、楽しげに犬を見ています。私は恐怖の中というのに、人形が座る回転椅子を回してあげようと思いました。手を伸ばし椅子の座面に触れた瞬間、誰かが椅子を思いっきり引いたんです。椅子はすごいスピードでベッドから離れ、私は落とされないようにがっちりと両手で椅子につかまりました。ただその人形が乗ってるんで、椅子をこう回してあげようと思った瞬間、椅子がスーンと行くんで、うわーっとこう引っ張られたわけですよね。手が椅子、足はベッド、胴体が宙に浮いたというわーという格好です。この椅子を引いたのが誰か分かりません。私の胴体、その時大きな手につかまれたんです。例えるならば、私の胴体を左の手首と思ってください。これですね。その時右手でここをですね、ぐーっと自分の体をぐーっと誰かが掴んできたという、そういう感じにしか思えませんでした。手足が使えないチューブラリンな状態なので、一切抵抗できず、恐怖の中されるまま締め付けられていました。ふと気づくと、私はベッドに横たわっていました。人形の方を向いて横向きの姿勢、重なった両足の下側の足が石のように硬く、そのそばに知らない猫がいました。当時実家に猫はいないんです。猫はさーっとどこかに走って消えました。そのまま生まれて初めての金縛り、それまで望んでいた金縛りが生まれて初めてどころか、すでに十分に最強の恐怖を与えられていた、そんな時の金縛りでした。全く動けずとはいえ、目は開いていたんですが、人形を見ると普段通りに窓に背を向けていて、前を向いて動きません。なんで生まれて初めての恐怖体験がここまでどえらい事態なんだとパニックになりつつも、どこか動かさなきゃと思い、指先に力を込めてやっと金縛りが解けました。その後部屋を飛び出し、両親の部屋に駆け込みました。大泣きしながら説明し、母親が部屋を代わってくれて、私はその夜両親の寝室の母の布団で休んだんです。私の部屋で寝た母にはその後何も起きなかったそうです。この事件をきっかけに、その後心霊体験の常連になってしまいましたという。なんかもうすごいですね。可愛がっていた人形だからで、人形がすごく本当に友達のような存在になっていて、急にぐるーんと向いてですね、見て見て面白いよって尾っぽを見て走り回ってる犬のことを教えてきてくれたっていう。なんでしょう、怖いというよりも不思議だというか、やっぱり人形って魂が宿るのかなっていうね、そんな感じがしますが、これが初めての体験っていう強烈ですね。その後心霊体験の常連さんになってしまったって話ですからね。またよかったらこちらの方に送っていただきたいと思います。ありがとうございました。非常に興味深いというか、聞いたことがないような話でしたね。ありがとうございます。続いてヤミさん、男性の方です。ありがとうございます。これが私が高校生の頃のお話です。私自身霊感があるわけではなく、なんか嫌だなと感じることがある程度です。高校は三重県にある全寮制の学校で、いくつもの寮に分かれていて、学校の敷地内に寮がありました。学校自体も山の中にあり、独特な雰囲気のところです。
私が1年生のお盆近くになった頃、先輩2人と私3人で夜、学習部屋で恒例の怪談大会が始まり、怪談話を聞かされたんです。先輩が話し始めました。実はな、この寮で昔いじめで殺人があったんやで。言うことを聞かない2年生が3年生にいじめられていて、しばかれた時に2年生は倒れた際、頭をベッドの隅にぶつけ亡くなってしまったという話なんです。3年生が慌てて衣装ケースに亡くなったその2年生を隠そうとしたんだけれど、衣装ケースには当然入らなく、数人でなんとかギュッギュッと押し込み、衣装ケースに詰めて隣の倉庫にその遺体を隠したらしいんです。3ヶ月後、匂いでバレてしまい、その倉庫は開かずの間になったんや。そう聞かされ、後付けで、この時期になるとな、その殺された2年生が夜な夜な自分の衣装ケースを探しに来るらしいで、そんなことを笑いながら言っていました。にわかには信じがたい話なので、きっと作り話もしくは嘘なんだろうなと思っていましたが、就寝前に行く際、その倉庫、言われた倉庫の方を見てみるとドアノブがない、そしてコンクリートで固められていて、確かに開かずの間となっているんです。きっとね、これを見て、これをネタにこの怪談話って作られたんだな、そんなふうに思ってその日は寝たんです。すると何時間か経った時、急に足のふくらはぎがつり始めたんです。こんな時になんで？そう思ってると急に寝る前に聞いた話が頭をよぎり、少し怖いなと思いながらもう一度寝ようと試みたんですが、なかなか眠れません。暑くて汗をかいてきました。最悪だと思い時計を見ると2時半ぐらい。また嫌な時間だなと思い早く寝ようとした時、ふといつもとは違うことに気がついたんです。部屋には47人ぐらいが一緒に寝ているのに、今日に限り誰もいびきをかいていない、シーンと静まり返っているんです。普通ね、寝息ぐらい聞こえるもんです。咳払いとかね、いろんな音がするもんなんです。寝ていても47人いますから。でもシーンと静まり返っている。なんか嫌な予感がし、暑いけれど布団をかぶり目を閉じておこう、そうして寝ようとしました。とその時、入り口の方からキー、扉が開く音が聞こえてきたんです。誰か起きたのかな。そう思い怖かったんで、嬉しい気持ちで入り口の方を見ました。ですが扉が開いた形跡がなく、誰も歩いた形跡もない。近くに寝ている人がトイレに行ったんだ、そう言い聞かせゴロンと寝ると、また入り口の方からキー、扉が開く音が聞こえてきたんです。今度は見逃さないようにさっと起きましたが、扉も開いておらず誰も歩いていません。怖い話がどんどん頭によぎり、これはやばいかもしれない、そう思い布団に入り、顔は横向きでそちらが視界に入らないようにしていました。そうするとギュッギュッギュッ、歩く音がしてくるんです。これ絶対に人間ではない、そう直感で思いました。息を凝らして音を聞いていました。そうするとギュッギュッギュッ、シャー、ガタン、シャー。歩いてはベッドの下にある衣装ケースを引きずり出して蓋を開け直すという行動が目を閉じていても分かったんです。シャー、ガタン、シャーと何か衣装ケースを引きずり出している。これはやばいと思い、こっちに来ないでくれと念じていたんですが、どんどん自分の方に歩いてくるんです。ギュッギュッギュッ、シャー、ガタン、シャー。とうとう自分のところまで来て、わーっと思ったその時、
私の顔には非常口の緑ライトがかすかに当たっているので、目をつぶっていても誰かが通れば影ができるはずなんです。で、その時、なんと影ができ、また消えたんです。そうすると足音は隣の先輩のところの衣装ケースを出して開け直すという行動で、私のところはまだ触れられていないんです。ということは、次は自分、私かと思っていたら、まぶたの光が影になり、動かず隣にいるんだということが確定しました。そして左耳のところに急に気配がするんです。どうしよう、気づかれたかな、俺なんか悪いことしたかなと自問自答をしていると、かすれた声で何やら耳元で叫ばれたんです。ドキッとし、ここで動いたりしたら俺も連れて行かれる、そう思い必死に耐えていました。そうするとギュッ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 、入り口の方に歩いていくことが聞こえ、少し安心した感じが出てきました。そしてキー、扉の開く音が聞こえ、マジよかった、やばかった、何やったんやと思っていたら、またキー、扉の開く音が聞こえ、ギュッギュッギュッ、今度はストレートに自分の方に来ていることが分かりました。なんで自分のところに、自分は何もしていないけど、ごめん何もしてあげられない、心の中で同じことを繰り返していたら、ギュッ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 、方向転換をし、入り口の方に歩いて帰っていきました。そしてキー、扉が開く音、そして閉まる音が聞こえてきました。すると外からチュン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 とスズメが鳴く声が聞こえ、助かったと思い時計を見ると4時半ぐらいになっていました。そしてですね、この出来事を友達に話すと、その次の日にその友達が歩く音と白いもや、そして誰もが静かで私を起こしに来たらしく、おい起きろとビンタもしたらしいんですが、私は気づかずに寝ていたんだそうです。叩かれた記憶がなく、ほっぺたも痛くなかったので分かりませんでした。そして先輩にこのことを言うと、校長先生が書いた本を見せてくれたんです。そこには〇〇くんお悔やみ申し上げますと書いてありました。あの話、実際にあった話だったらしいんです。毎年自分の衣装ケースを探しに来ているのかもしれません。以上ですという、すごくね、切ないお話ですよね。もともとこのあった話というのが、上級生のいじめに遭ってしまって亡くなってしまった。でそれをね、隠蔽するために自分の衣装ケースにギュッとこうね、亡くなった自分がねこう押し込まれていて、そのまま放置されてしまったってことなんですもんね。いまだに、こうやってそう探し回ってるのかと思うと、やっぱりこう亡くなった方はね、その時のこと記憶として繰り返してしまうって話がありますけども、やっぱりすごく切ないなっていう、早くね、その繰り返しからね、こう逃れてね、なんとか成仏していただけたらなと思うような、そんなお話ですね。ありがとうございました。続いてこちらですね、あきさんという女性の方からいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく YouTube 拝見しています。怪談話投稿させていただきます。もともと母親がよく幽霊、火の玉や白い人などを見たり幽体離脱をしていたのですが、私も霊感があってこれまで不思議なことがいくつかありました。これは20代の中頃です。とっても安いアパートに一人暮らしをしていて、仕事や恋の人間関係もなかなかうまくいかず、ちょっとねもやもやしながら過ごしていた時期のことです。その頃ブラウン管のテレビが勝手につくことがよくあり、盛り塩もしていましたが、すぐ塩が溶けてしまいました。ある日夜の10時くらい、毎日同じ時間帯にインターホンが鳴るけれど、覗き穴を見ると誰もいない、足音もしない。なんとなく嫌な感じがし、ドアを開けてはいけない気がして、チャイムが鳴った直後は絶対に開けませんでした。少しして思い切ってドアを開けると誰もいない、人の気配もありません。そんなことがしばらく続くことがありました。いたずらにしてはなんかおかしいな、時間もねいつも同じですし。
ある日彼氏が遊びに来ていて、その時にチャイムが鳴りました。怖かったので彼氏に見てきてと伝えたんです。すると実は彼氏の方、霊感があったようで、白い人たちが立っている、そう言いブルブルと震え出しました。もう一度見てきてと伝えると絶対に嫌だとのこと。私はなるほど、やっぱり幽霊だったのかと確信しました。その当時幽霊が毎日遊びに来ていたというお話です。こちら4人目ですね。サトシのパパさんです。ありがとうございます。これは1年くらい前だったと思います。健康のために会社まで1時間くらい歩いて通っていました。毎日残業が続いてクタクタでしたが、今日は早めに終わり、夕方には会社を出ることができました。疲れたけれども気分転換になるかなと思い、歩いて帰るかと思い、家まで歩いて帰る帰宅途中、歩道橋が見えてきたんです。毎朝通る道なんで何も気にはしていません。歩道橋に近づくにあたり、歩道橋の上に髪の長い人がいるのが見えてきました。歩道橋の上ですよね。髪のせいで顔がよく見えづらく、女性なのか男性なのかも分かりません。その歩道橋の上にいる人があっちに行っては、まさに今から飛び降りるんではないかというぐらいの勢いで下を覗き込む。で、今度はこっちに行ってはまた下を覗き込む。そんなことを繰り返しているんです。まるでどの車が下を通った時に飛び降りようか、そのタイミングを測っているかのように見えたんです。とっさに私は、いや嘘だろう、飛び込まないよな、そう思い歩道橋の階段を駆け上がって止めようと思ったんですが、あれ、ふと冷静に周りを見てみると、歩いている人が何人もいるにもかかわらず、誰一人歩道橋のその上の謎の人には気がついていない様子なんです。これ何？自分しか見えてないの？私はどうか歩道橋を通り過ぎるまで落ちませんように、そう願いながら足早で通り過ぎました。で、歩道橋を通り過ぎたんですね。無事に通り過ぎた後、やっぱり気になったんで、あれどうなったのかな、そう思い切って後ろを振り向き、歩道橋の方、上を見てみました。いないんです。落ちてもいないよな。道路を見渡せど何もありません。疲れて幻覚でも見ていたのか。その日は無事に帰宅できました。次の日の朝、歩いて通勤するとき、昨日の歩道橋の下まで来たときに、そこでピタリと足が止まってしまいました。なぜならそこには花束が置いてあったからです。私が昨日見たあれはやっぱり霊だったのでしょうか。もしあそこで自分が止めに行っていたら、自分も落ちてしまっていたのか、いろんなことを思ってしまう、そんな体験談でしたということですね。他の方が見えていなかったっていう、なんでしょうね、もうその下を見ながらずっとあっち行ってこっち行ってそんなことをしてたってことですけども、やっぱりその日の夜のことをやっぱり記憶として残っていて、それを見てしまったというお話なんですかね。実際に花束が添えてあったということで、そこではちょっと自分でという方がいらっしゃったんですかね。ちょっと本当に切ないお話ですが、ありがとうございました。最後いきます。こちら女性の方です。ラリークマさん、ありがとうございました。はじめまして、島田秀平さんのお階段巡りにハマって過去動画から見ています。ありがとうございます。視聴者からの怪談話も募集しているとのことで、一つ忘れられない怖い話があったのでメールをさせていただきました。もう今から20年ほど前のことなんですが、慰安旅行で和歌山に行った時のことなんです。会社にはすごく霊感の強い奥田さんという女性がいました。その人を含め普段から仲のいいグループで一緒に観光をしていたんです。それでですね、三段壁に行った時、これ三段、1段2段3段の3段に壁と書いて三段壁って場所があるんですね。こちら和歌山県にある断崖絶壁の名称でして、洞窟なんかもあるっていう、非常に綺麗な景色の場所ではあるんですけども、この三段壁に行った時、
奥田さんがここ自殺の名所やから嫌やねんと言いながらですね、ギリギリのところまで行って、で海が下に見える、そんなね場所まで行き、海を覗き込んだんです。それで私びっくりしたんで、いや奥田さん危ないよと、ヒヤヒヤしながら言ったんです。私はね、その自殺者云々の話よりも単純に高さがあるから、やっぱり単に危ないと思ったんでそう注意したんです。ですがもう一人いたおばちゃんが、そうやで、あんた霊感あるから連れてかれるで、そう言ったんです。そしてそんなこんなで宿に戻り、食事も終わって宴会も終わり、みんなで温泉に浸かってさあ寝ようかという時間になったんです。部屋割りは決まっていました。仲良しグループではですね、私ともう一人の別の人が違う部屋になってしまい、奥田さんたち6人とはここで部屋は離れ離れになってしまいました。仕方ないか、そう言いながら、あとはね寝るだけやしまた明日と言って別れたんです。ただその時、あの霊感の強い奥田さんの顔が何か浮かない顔をしている、目が泳いでいるような気がする、変な感じだったのを覚えています。翌日奥田さんたちの部屋に行くと、ちょっと聞いてよと大騒ぎをしているんです。どうしたの？何事かと思い聞くと、奥田さんが、私昨日ね夜中金縛りにあったんよ、そう言ってるんですね。分かってた、三段壁を覗いたからね、すごい後悔してたんだけど、あれ連れて行かれるんじゃなくってついてきちゃったんよ、そういうふうに言ってるんです。それで金縛りにあっている最中、体は動かないけれども誰かが奥田さんをまたいで窓際の椅子に座ったというんです。この和室、よくある間取りの、和室の奥に海が見える小さな窓で、その手前に小さいテーブルと椅子がポンポン2つあるっていうね、よくある部屋なんです。それで奥田さんはその椅子の隣に寝ていたので、何をしているのか、そのですね、目だけは動くので目を凝らしていたらしいんですね。するとですね、何やらその不思議な何かがですね、テーブルの上でカサカサ紙袋のようなものをね、こう触ってる、そんな音がしたらしいんです。それでやっぱりなと確信したらしいんです。こうね、自殺の名所という話がありましたが、こう心が病んでしまった方、病院から精神安定剤や睡眠薬をもらって飲んでいる方多いので、もしかしたら自分が連れてきてしまった、そのね存在が薬を飲もうとしていたんだ、そういうことが分かったらしいんですね。やっぱり私がいけなかった、安易な気持ちであんなことをとずっと後悔しながら、私は何もしてあげられないということを必死に伝え続けて、やっとしばらくして金縛りは解けて気配も消えていったそうです。翌日目が覚めて、周りの5人が岡田さんをじーっと見つめているんで、何？どうしたんみんなと聞くと、岡田さん具合悪いの？どっか体悪かったん？調子悪いのに無理して旅行来てくれたんだね。夜中にねこっそり薬まで飲んで、そんな無理しなくてもよかったのにと口々に言ったんです。それを聞いた岡田さん、それ私じゃないよ、私薬なんて一切飲んでないよと言うと、いやいやいや、背中丸めて薬の袋をカサ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 触ってたよ。みんなが奥田さんを見たと言うんです。でも5人ともなぜかその時は声はかけづらい雰囲気だったので何も言わなかったらしいんです。奥のですね窓際のテーブル、椅子のところに奥田さんが座って、薬のね袋を触っていたっていうんですね。でもみんな暗いのに、なんで私って分かったの？よく分かったねと奥田さんがみんなに聞くと、みんなが言うそうなんです。だってブツブツ何か言いながら薬を飲んでいたから。俺って奥田さんの声でしょ。結局最終的には何だったのか、奥田さんをまたいだのは誰だったのかなど、不思議な話ばかりが残ったという慰安旅行です。ただずっと奥田さんは
あれは私ではないと言い続けていました。つくづく私は別の部屋でよかったなと思っていましたが、それ以来奥田さんの身に何かあったわけでもなく普通だったのでよかったですというねお話です。そういったね場所で、霊感の強い奥田さんが、もしかしたらその霊を連れてきてしまったのかもしれないって話ですよね。ところすごく興味深いのが、奥田さん自身が金縛りにあった時、奥田さんが見ると椅子に謎の誰かが座っていて薬っぽいものを飲んでるというのを見ていたところですね、翌日みんなは奥田さんがそこでブツブツ言いながら薬を飲んでいたと証言するわけなんですよね。これ最近ね僕もよくこのチャンネルで話してますけども、結果霊障って結構な割合で自分がやってる説話あるじゃないですか。で以前あった話で前を3人が歩いてて一番右の人がわーって急にね声が聞こえたって言って驚くんだけれども、後ろの人からすると自分で声発して自分の声に驚いてたっていう。なんでそんなこと起こるのって。あとは例えば急にねポルターガイストみたいに急に蛇口から水がバー出てきてうわーってびっくりしてるんだけども、傍から見てるとその人が蛇口をひねって水を出す。でその後にうわーってびっくりしてるっていう。自分がやったことなのにあたかもそれが誰かがやったと勘違いしてびっくりする、霊障だって言ってるっていうことは結構あるらしいんですけども、これですよね。だからやっぱりそういう時っていうのは自分が何もかに入られて体を操られている、その時に記憶がない、だからその時にやったものを我に返った時にわってびっくりするってこと、これって結構やっぱあるんじゃないのかなって思うんですよね。だから今回奥田さんが連れてきてしまったというか、もう入られてしまっていた。なので、その時にその自分自身とかそういうものが実はやっていたんだけども誰か別の人がやっていた、そう勘違いを奥田さんはしてしまったんじゃないか。だからこそ周りのみんなは奥田さんが自分で何かやってんのに何やってんだろうなとかね、そんな風に感じちゃうんじゃないかなって、それがすごくつながる話だったので非常に面白いなと思ってね、最後紹介させていただきました。ありがとうございました。このようにですね、皆さんからご投稿いただきましたら怪談紹介させていただきたいと思います。で今回、送っていただいた皆さんですね、5名様、アリンボさん、そしてヤミさん、そしてアキさん、そしてサトシのパパさん、最後ラリークマさん、ステッカーの方送らせていただきますので、ぜひ概要欄の方にあるメールアドレスにぜひね連絡先送っていただきたいと思います。そして引き続き皆さん何か不思議話がある方は概要欄の方に怪談話送ってください。お願いいたします。やっぱりね、本当皆さん一つや二つ不思議体験をお持ちですよね。こんな話普通だよなとか思わずですね、ぜひ一回送ってみてください。きっと自分ではそうは思ってないけど普通にね他の人が聞いたら何っていうね話結構あると思うので、あまりねこんな話いいのかなとかね、あまり不安にならずにね、よかったらどんどん送ってください。お願いいたします。というわけでまた近々ねこういった投稿していただいた怪談紹介していきたいと思います。今回はこの辺で失礼いたします。以上、島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございました。